今、日本のトップが辞任を表明しました。次に来るのは誰なのか。物価、為替、そして私たちの暮らしはどう動くのか。この動画では事実関係を整理し、国内と海外の受け止め、 SNS の空気、市場の初動、そしてポスト石破の論点まで順番に分かりやすくまとめます。まず何が起きたのか。9月7日の夜、石破首相が辞任を表明しました。理由は一連の選挙での敗北の責任です。在任はおよそ11ヶ月。与党は速やかに緊急の総裁選に入る構えです。日程は10月上旬が有力視されています。政治空白を最小限にすることが当面の目標になっています。国内の反応です。与党内では早期の選出を求める声が多数です。公明党は連立継続の条件として中道路線と政策の整合性を挙げています。野党は政治資金の問題と物価高対応の遅れを指摘し、政権のけじめが遅かったと批判しています。世論はすでに辞任は妥当かから次は何をやるのかへと関心の焦点が移りつつあります。政策面の振り返りです。家計支援は実施されました。ガソリンや電気料金へのテこ入れです。ただ生活実感はすぐには変わりませんでした。米価格の高騰が象徴的でした。物価、賃上げ、為替の三つどもえ一つだけでは解決しないという現実がはっきり見えました。政治改革も論点でした。政治資金規正法は追加の改正が行われました。透明化の仕組みは増えましたが、国民の疑念を完全には払拭できませんでした。制度を作るだけでなく、どう運用しどう検証するかが次の宿題です。外交と通商です。同盟の継続性は保たれました。対米の通商交渉は節目を迎えました。関税の圧力を和らげる方向性が見え始めたと言えます。ただ生活の物価に効いてくるまでには時間差があります。通商の前進と家計の実感の間にタイムラグがあるのです。ここで SNS の空気を見ておきます。続投を求める声と責任を問う声が真っ二つに分かれました。ハッシュタグの盛り上がりは時間帯で波のように変わります。メディア不信やトレンドの可視化をめぐる議論もたびたび燃えました。今はねぎらいと次の人選の2つの話題が同時進行です。市場の初動です。為替は円安方向へ反応しました。超長期金利は上昇基調です。株式市場は政策の継続と一時的な財政拡張観測のせめぎ合いです。マーケットは次の政権の初動メッセージを細かく見ています。減税なのか支出なのか、財源はどうするのか、その順番と規模が価格にすぐ反映されます。ここからポスト石破の論点です。候補はそれぞれ強みと課題があります。実務型で交渉に強い人、世論に浸透する顔の強さを持つ人、外交と連立調整に長けた人、積極財政と安全保障で色の濃い人、いずれも長所と短所は表裏一体です。人気と党内の足腰、理想と実現性、短期の効果と長期の持続性、どこでバランスを取れるのかが勝負どころです。ここで大事な4点セットを一気に整理します。第一に物価と賃上げです。賃上げが物価を上回る状態をどう維持するのか。最低賃金の引き上げだけでなく、中小企業の生産性、価格転嫁の仕組み、取引の公正さ、これが揃って初めて家計は楽になります。一時的な補助は出口が重要です。いつどれだけどの順に減らしていくのか、最初から設計図が必要です。第2に税と財源です。減税か増税か、スケジュールはどうするのか、恒久なのか次元なのか、社会保障と防衛と地方財政、数字の辻褄を1枚の紙で説明できるかが信頼の分かれ目です。決められない先送りは市場のコストを上げます。
第3にエネルギーです。電気料金、原発、再エネの3点セットです。安定供給と脱炭素をどう両立させるのか、送電網の増強、蓄電の実装、需要側の省エネ技術、現場の設備投資まで含めて現実的なロードマップがいります。理念だけでも補助だけでも遠くへはいけません。第4に食料と物価のボトルネックです。米価格の高騰にどう向き合うのか、備蓄の放出、流通の改善、農地の大規模化と経営の新陳代謝、消費者と生産者の両立は簡単ではありません。だからこそ数字で説明できる施策が必要です。政治改革も続けます。政治資金の透明化は箱を作って終わりではありません。公開データの形式を揃え、誰でも検索しやすいようにする。第三者による点検を定期的に公表する。違反には明確な罰則を運用で示す。ここまでやって初めて信頼は積み上がります。安全保障です。同盟の抑止力、周辺情勢への対応、経済安全保障のルール作り、バラバラに見える論点を一つの物語にまとめる力が次のリーダーに求められます。選挙に勝つためのスローガンと統治のための設計図は別物です。ここを取り違えると最初の100日でつまずきます。ここまで聞いて結局何を見るべきか、チェックリストで再確認します。1、具体的な数字が出ているか。2、期限と優先順位が書かれているか。3、財源の内訳が1枚でわかるか。4、家計と企業の双方にどう効くかが説明されているか。5、行政の実行計画と担当の責任が明記されているか。6、検証の指標と公表の頻度が決まっているか。7、うまくいかなかった時の代替策まで書いてあるか。最後にループします。あなたは次の首相に誰を望みますか。もし名前を挙げるなら今のチェックリストで評価してみてください。減税の規模はいつからどれくらいか。賃上げの継続は何で支えるのか。電気料金の安定はどの工程で実現するのか。政治資金の再発はどう止めるのか。